ザ・ディベートへようこそ。ここでは一つの資料が提示する重要なテーマについて複数の視点から深く掘り下げた知的な議論を展開します。突然ですが、学生時代に自分の人生を台無しにしてしまう一番の道のりって何だと思いますか？そうですね。よくあるのが、親とか先生、あるいは社会が求めるままに期待通りに生きることでしょうか。まさにそれです。皮肉なことに、それが一番の道のりなんですよね。だからこそ本日はジェリー・ミンチントンの著書、うまくいっている人の考え方を題材にして、人生の進路や人間関係に悩む学生に向けた議論を行います。なるほど。自己肯定感とか自尊心が揺らぎやすい時期に、一体誰の声を信じてどう自分の道を選ぶべきか、これは本当に普遍的で深いテーマですよね。ええ、まさに泥沼ですよ。で、本日の議論の中心的な問いはこれです。自尊心を高めて自分の人生を切り開くためには、他人の期待を完全に切り捨てて自分のやりたいことを徹底的に優先すべきなのか、それとも他者との関係性や社会的な妥協を戦略的に取り入れながら自己実現を図るべきなのか。はい。私は健全な自尊心を築くには、他人の期待から完全に自由になって徹底して自分の願望を優先する、いわば絶対的な自己中心性が必要であるという立場を取ります。ほう。私は少し違う角度からアプローチします。自尊心というのは、社会から孤立したり、外界をシャットアウトして生まれるものではなく、自分と他者との違いを尊重して、戦略的な妥協や他者への貢献を通じてこそ育まれるものだ、という立場です。では、まずは私の視点から提示させてください。学生が人生の悩みを抱える最大の原因って、親とか世間の期待という呪縛にあるんですよ。期待の呪縛ですか。ええ。この資料が提示している非常に強力なテーゼの一つに、他人の意見を優先すればするほど自分の生き方を選ぶ自由を失うというものがあります。なるほど。確かにそういう記述がありますね。これって単なる表面的な行動の話じゃないんです。心理学的に言えば、常に外部からの承認を求めている状態というのは、自分の内なるコントロールの主導権、いわゆる内的統制感を他人に丸投げしている状態なんですよ。コントロールの主導権を他人に渡してしまっていると。それはかなり危険な状態ですね。その通りです。親から大企業に入りなさいと言われたり、友人からは空気を読んで同調しろと無言の圧力をかけられたりする。はい。学生にとってはよくあるシチュエーションですよね。で、それに従うと、一時的にはいい子だねと褒められて、脳内でドーパミンが出ます。でもそれは他人の承認なしでは自分を肯定できないという非常に危険な依存状態です。依存状態ですか。それはちょっと言い過ぎな気もしますが。いやいや、著者が自分のしたいことをするのが一番大切だと強調しているのは、まさにこの点なんですよ。他人の思い通りに生きることを完全に放棄して、この依存を断ち切らなければ、決して自分の足で立つことはできないからです。いや、それは非常に興味深いメカニズムの指摘だと思います。外部の承認に依存することが自尊心をすり減らすという点には私も同意しますよ。ただ何でしょうか？その解決策として他人の期待を完全に切り捨てるという極端な個人主義に走ることにはかなり危うさを感じますね。どうしてですか？別に他人に迷惑をかけるわけじゃないでしょいや、社会に出ようとしている学生にとって、全ての期待を跳ねのけて自分だけの城に引きこもることが本当に強靭な自尊心につながるのか疑問なんですよ。資料の中でも妥協すべき時は妥協し、個性を主張すべき時は個性を主張するというバランスの重要性が語られていますよね。う。確かにそういうバランスについて触れている価値はありますね。ですよね。現実の社会生活において、完全に他者を排除することは不可能です。むしろ他者と同じ目標に向かって等しく貢献し合うという建設的な人間関係の中でこそ、自分の居場所を見つけて本物の自尊心は培われるはずです。孤立無縁の状態で自分は素晴らしいと唱えても、それは脆い砂の上学に過ぎませんよ。なるほど。あなたが社会的なつながりを重視する理由はわかります。でも建設的な人間関係とか社会への貢献を語る前に、
まず絶対やらなきゃいけないことがあるんです。というと何でしょそれは、個の境界線を絶対的に守るプロセスを確立することです。資料の中で非常に印象的なのが、したくないことははっきりと断るというアプローチなんですよ。う。ああ、断る勇気ですね。理由すら述べる必要はないとまで言っています。さらに、いい人を辞めることの重要性も説かれていますよね。他人の期待に応えることは、蜘蛛の巣にかかるハエのように自分を犠牲にする行為だという視点です。蜘蛛の巣の罠ですか？なかなか強烈な表現ですね。学生の日常に当てはめてみましょうよ。例えば大学のグループワークで、誰もやりたがらない面倒な作業を、君、いつも気が利くからお願い、なんて押し付けられる。ああ、よくある光景ですね。ここでいい人を演じて引き受けてしまうのは、自分が運転席に座りながら、助手席の他人にハンドルを握らせているようなものです。学生はまずこのハンドルを力ずくで奪い返す必要があるんですよ。力ずくで。はい。断るという行為は単なる犯行ではなくて、自分がこの車の運転手であるという事実を脳に再認識させるための生存戦略なんです。なるほど。ハンドルのメタファーは非常にわかりやすいですね。確かに自分が運転手であるという当事者意識は不可欠だと思います。ただ、行動に出る以上、ルール無用で暴走して良いわけではないですよね。ちょっと待ってください。そこが少し混乱するんですよね。私が言いたいのは、助手席からの理不尽な指示を無視する訓練が必要だということなんですけど。理不尽な指示は無視すべきです。でも、もし教授からの要求や先輩からの誘い、さらには友人からの頼み事をすべて自分のやりたいことじゃないからと断っていたらどうなりますか？単に孤立して単位も落とすやばい学生になりませんか？まあ、それは極端な例ですが。では、境界線を守ることとただの自己中心的な暴走との違いをどう見極めればいいというんですか？まさにそこが重要なポイントなんですよ。資料は無差別な拒絶を推奨しているわけではありません。断るべき時は断るというスタンスの裏には明確な基準があります。その基準とは具体的に何ですか？それは相手の要求が理不尽である場合や相手が自分でできることを怠り頼んできた場合です。つまり断るという行為は自分と他者との間にチョークで輪郭線を描くような知的な作業なんですよ。チョークで輪郭線を引く。なるほど。はい。ここから内側は私の領域、そこから外側はあなたの領域と明確にすることです。相手を傷つけるための拒絶ではなくて、自分を守るための境界線ですね。自分を守るためですか？そして同時に資料は、相手を自分と同じように大切にするという視点も忘れていません。自分がハンドルを握るからといって、他人の車を煽っていいわけではないですよね。まあ、当然そうですね。相手も自分と同じように痛みを敏感に感じる人間だと理解して適切な距離感を保つ。この他者への敬意が伴って初めて境界線は意味を持ちます。すべてを拒絶しろと教えるのは単に周囲との衝突を生み出して孤立という別の苦しみを生むだけですよ。その輪郭線を引くという考え方は確かに説得力があります。でも、あえて厳しい見方をさせてください。あなたが言うような適切な距離感や社会的妥協を探り始めると、どうしてもジレンマが生じるんですよ。ジレンマですか？具体的にはどういうことでしょう？資料では、他人から期待されている人生ではなく、自分が望む人生を歩むことの重要性が語られていますよね。はい、確かにそうです。一方で、妥協するということは、本質的に自分の好みを抑圧し、自分らしさをなくすリスクを常にはらんでいます。それは妥協のデメリットとして資料にも挙げられていますね。そうです。例えば就職活動を考えてみてください。本当はマイナーのアートの道に進みたい、あるいは起業したい。でも、親を安心させるために、そして社会的な世間体を守るために、とりあえず手堅い一般企業に就職する。なかなか現実的な悩みですね。こういった妥協は、学生の自尊心の土台を決定的に揺るがしますよ。なぜなら、妥協するたびに自分の脳に対して、私の本当の願望にはつなぎ通す価値がないんだ、という強烈なメッセージを送ることになるからです。なるほど。だからこそ、自分の核となる部分においては、絶対に社会的妥協を許してはならないと思うんです。どうですか？
その論理の筋通りには半分同意しますが、半分は異議を唱えたいと思います。ほう。どの部分に意義があるんですか？自分の核となる部分を犠牲にしてはいけないという点には完全に同意します。ただ、資料が提示しているのは、極端な妥協と極端な個性の中間を探る最も現実的なアプローチなんですよ。現実的なアプローチですか？はい。社会に出るということは、自分らしさを常に 100% 押し通すことではありません。そこで重要なのが、賢明な選択をするという概念です。賢明な選択。なんだか妥協を美化しているように聞こえますが。いいえ、これは戦略です。自分に実質的なメリットがあるとき、あるいは相手との関係性を維持する方が長期的な目標にプラスになるときは、意識的に妥協を選択するんです。なるほど。意識的にですか。そうです。一方で、自分のアイデンティティに関わる絶対的な核については一歩も譲らない。この戦略的な柔軟性を持てること自体が、実は自分は環境をコントロールできているという成熟した自己効力感、つまり自尊心につながるんですよ。理屈はわかりますが、その論理には少し引っかかるところがありますね。どのあたりでしょうか？社会的な妥協を探る行為自体が、結局は他人の評価基準を自分の中に招き入れることになりませんか？資料には、他人からのマイナスの評価はかなり差し引いて考えるという素晴らしいアドバイスがあります。はい、ありますね。社会と折り合いをつけようとすればするほど、相手はどう思うかとか、社会的に受け入れられるかを気にするようになりませんか？それって、自らの内なる声よりも外部の声を優先させるという自己破壊的な矛盾に陥る気がしてならないんですが。それは非常によくある誤解ですね。社会との接点を持つことや妥協点を探ることは、決して他人の評価に怯えることと同じではありません。どう違うんですか？結果的に他人に合わせてるじゃないですか。ここでメカニズムを明確にしましょう。他人の目を気にするというのは、自分には価値がないから他人に認めてもらわなければならないという欠乏の心理から来ているんです。欠乏の心理。はい。一方で、資料が説く社会的な関わり合いというのは、自分はこの世の中で重要な存在であり、自分の行動があらゆるところに影響を及ぼしているという主体的な影響力の自覚から来ているんですよ。つまり、社会にどう見られるかではなくて、自分が社会にどう作用するかという視点ですか？その通りです。自分が巨大な機械の単なる部品ではなく、隣の歯車を動かす重要な歯車であると自覚すること。学生時代は、自分なんて社会に対して無力だと塞ぎ込みがちですよね。どうしてもそうなりやすいです。でも、妥協や協調を通じて、自分の行動がプロジェクトを前進させたとか、チームの雰囲気を良くしたと実感することで、脳の報酬系は自分は価値を生み出せる存在だと強烈に認識します。これは他者の顔色を伺う行為とは全く別次元の非常に能動的なプロセスなんですよ。なるほど。欠乏からの承認欲求ではなくて、影響力の実感による自己肯定ですね。そこは確かに区別すべき重要なポイントかもしれません。はい。しかしですね、そうした影響力を発揮できるような強靭な自尊心をそもそもどうやって育てればいいのでしょうか。自尊心を育む土壌の作り方において、私たちはやはり明確な立場の違いを持っていますよね。そうですね。アプローチの仕方が違います。私は、学生が毎日実践すべき習慣は、他者の影響を完全に遮断して、自己の内面と深く向き合う孤独な時間であるべきだと考えます。孤独な時間ですか。具体的にはどのような習慣を想定していますか？まず、圧倒的にお勧めしたいのが、毎日30分、純粋に自分のための質の高い時間を持つという習慣です。30分の自分の時間。スマホを置き、SNS の通知を切り、他人の要求やいいねの数から完全に自分を切り離す。そして、ただ自分が心から楽しめることだけに没頭するんです。これによって、ドーパミンの源泉を外部から内部へと切り替える訓練をします。なるほど。デジタルデトックスのような内省の時間ですね。そうです。そしてもう一つは、毎晩ノートに、今日自分がしたいことを10個書き出して、自分のポジティブな質を自分で評価するという習慣です。10個もですか。なかなか大変そうですね。今日読んだ本が面白かったとか、授業で良い質問ができたとか、何でもいいんですよ。重要なのは、
そこに他者を一切介在させないことです。他者を介在させない。はい。他人に褒められるのを待つのではなく、自分で自分に丸をつける。この内なる完結性こそが、誰かに批判されたくらいでは揺るがない最強の自尊心構築ツールなんですよ。自分で自分を認める習慣の価値は否定しません。素晴らしいことだと思います。しかし、あえて批判的に言わせていただければ、それだけでは自家中毒的な自尊心に陥る危険性があります。自家中毒的な自尊心ですか。それって具体的にどういう状態なんでしょうか。つまり、外部からのフィードバックが一切ない密室の中で自分は素晴らしいと思い込むことです。自分の部屋の中でノートに長所を書き連ねて作り上げた自信はいざ現実の社会という外に放り出されて厳しい批判や挫折に直面したとき、いとも簡単に粉々に砕け散ってしまいますよ。そんなに簡単に砕け散りますかね。はい。なぜならその自尊心は現実のテストを経ていないからです。では、どうすれば現実のテストに耐えうる自尊心が育つというんですか。自尊心とは本質的に鏡のようなものです。鏡。はい。自分の部屋に引きこもって見つめる鏡は自分の思い込みやバイアスしか映し出しません。本当に自分の姿を正確に捉えて自信を深めるには、物理的な外部や他者との相互作用という鏡を通して自分を映し出す必要があるんです。だからこそ他人との関係性の中での習慣が不可欠なんですよ。でも、他者を鏡にするということは、結局また他人の評価に依存することになりませんか。堂々巡りじゃないですか。いいえ、ここがパラダイムシフトの鴨なんです。評価を受ける側になるのではなくて、評価を与える主体になるんですよ。評価を与える主体ですか。はい。資料が提案している素晴らしい習慣があります。それは、感謝の言葉や誠実な褒め言葉はすぐに口にするということ。そしてさらに難易度が高いですが、嫌な人でも長所を目を向けるという実践です。いやー、ちょっと待ってくださいよ。自分が人生に悩んでいて自尊心が低い状態の学生に他人を褒めたり、ましてや嫌な人の長所を探したりする余裕なんてあるでしょうか。難しいと思いますか？はい。自分が満たされていないのに他人にエネルギーを注ぐのは本末転倒に感じますが。直感的にはそう思えますよね。でも心理的なメカニズムは逆なんです。他人に感謝を伝えたり、良いところを見つけて言葉にして伝える、その瞬間、あなたの脳は自分は他人にポジティブなものを与えることができる豊かな人間なんだと認識するんです。豊かな人間ですか。ええ。私には価値がないから褒めてほしいという欠乏のパラダイムから、私には他者を認める余裕があるという豊かさのパラダイムへの劇的な転換なんですよ。なるほど。他人を褒めるという行為自体は実際に自分の内的価値を高める自己暗示として機能するわけですね。その通りです。そして他者との前向きな相互作用を生み出す行動は、巡り巡って自分自身の幸せ指数を高めることにもつながります。自分だけの殻に閉じこもって防衛線を張るのをやめて、周囲にポジティブな影響を与えようと行動する。はい。その実感が現実世界で何度叩かれても折れない、しなやかで強靭な自尊心を育む極意なんですよ。いやー、非常に深くエキサイティングな議論になりましたね。お互いの見解の核となる部分が見事に対比されたと思います。そろそろ総括の時期に来ているようですね。そうですね。見事に視点が分かれましたからね。私は一貫して学生が自己の人生の主導権を取り戻し、確固たる自尊心を築くためには、自己の願望の絶対的な優先と内面への徹底した集中が必要であると主張してきました。ええ。他人が作ったナビゲーションシステムを窓から投げ捨てて、自分でハンブルを握り、他人の介入を許さない境界線を引くこと、そして承認の源泉を外部から自分自身の内部へと切り替える孤独な実践こそが真の自立への道筋だと。そして私は自分がハンドルを握ることの重要性には同意しつつも、道路標識や他走者との関係性を無視してはならないと主張しました。極端な孤立を避けるための戦略的な妥協ですね。はい。そして他者への貢献や感謝の表現を通じて、社会という鏡の中で自分の存在価値を確認していく相互作用を通じた自己実現です。
現実世界と摩擦を起こしながらも自分と他者を同時に尊重することでこそ真に成熟した自尊心が完成するのだと。アプローチは真っ向から対立していますし、それぞれの哲学には譲れないものがあります。しかし、この対話を通じて私たちが完全に同意している根本的な真理が一つあることに気づきました。ええ、私も同じことを考えていましたよ。それは、自分が何を望んでいるのかに無自覚なまま、ただ周囲の期待や常識に流されるだけの人生は絶対に避けるべきだという事実です。間違いないですね。他人の期待の犠牲になって自分の人生の操縦感を手放すことは自尊心にとって最大の敵である。この点においては私たちの見解は完全に一致していますよね。まさにその通りです。オートパイロット状態で他人の人生を生きることはいかなる自己実現ももたらせません。そこから目を覚ますことが全てのスタートラインです。今日の議論においてどちらのアプローチが正解だと勝敗をつけるつもりはありません。世間のノイズに押しつぶされそうになって孤独に自己と向き合って徹底的に輪を貫く時期が必要な学生もいれば、他者との関わりの中で与える喜びを知り自分の居場所を見出すことで救われる学生もいるでしょう。リスナーである皆さん自身が自分の性格の傾向や今直面している環境の厳しさに合わせてこの両極端なアプローチの間を行き来しながら最適なバランスを見つけ出していただきたいと思います。今回取り上げた資料にはここで語り尽くせなかったさらに多くの深い視点や実践的なヒントが示されています。ぜひご自身の目で深く探求してみてください。はい、とても価値のある資料ですからね。最後に一つ問いかけさせてください。人生というあなただけのドライブにおいて今その車の助手席には誰が座っていますか？そしてそのハンドルを本当に握っているのはあなた自身でしょうか？その問いの答えに真摯に向き合うことら、あなた自身の目的地を見つける第一歩になるはずです。本日は充実した議論をありがとうございました。こちらこそありがとうございました。非常に刺激的な時間でした。